こんにちは、高弘です。今日はカメラの設定について。よく聞かれるんですよ。カメラはどういう設定で撮ってますかみたいな質問。結論から言うと、カメラの設定はそんなに重要ではありません。僕が普段撮っているストリートフォト、スナップにおいては全然重要度は低いです。ただ重要ではないということを知ることは重要です。初心者にとっては何が重要か何が重要でないかを分けるその段階で情報がありすぎて迷ってしまうということもあるかなと思ったので今回動画にしておきました。ちなみに僕は F8 固定、ISO102 固定、シャッタースピードは200分の1より速くして撮っています。日中の屋外で撮ることが多いのでほぼこの設定です。もう少し詳しく解説していきましょう。まず設定を喋る前に前提条件としてカメラとレンズについてもおさらいしておきます。僕が普段持ち歩くカメラは2台です。一つはソニー α6500。そこに RAW は 9mm、F2.8 という組み合わせ。こちらは APS-C なので換算 13.5mm となります。もう一つはフルサイズ、ソニー α7 IV に 24-105mm のズームレンズをつけています。設定は α6500 の方がレンズがマニュアルフォーカスのレンズなのでパンフォーカスを使っています。F8 に固定、距離はレンズのメモリーでこの無限大のマークより少し手前にセットします。これでこのレンズだと手前40センチぐらいから無限までピントがあった状態になります。超広角レンズなのでボケは一切考えません。昼間の屋外なら ISO は100。今は ISO100 よりも小さくできるカメラも多いので、その場合はその設定できる最小の ISO にします。シャッタースピードは200分の1以下が基本。通行人を撮る場合なら、だいたいこのぐらいのスピードにしておけば、車体ブレを起こすことはないでしょう。自転車とかもっと速いものを撮りたい場合は250分の1やもっと高速のシャッタースピードを使います。つまり明るい場所では F8 固定、距離固定、ISO100 固定。あとはその場所に合わせてシャッタースピードを調整すればいいだけです。露出はちょうどに合わせるのではなく、マイナス1からマイナス2に補正します。暗めに仕上げることが多いので、これぐらいがちょうどいい露出感になります。撮るときにカメラのモニターを見て、ここの数字がマイナス1からマイナス2になるように調整すれば OK です。暗い場所で撮るときは少し変わります。F8 固定、距離固定までは同じなんですが、ここでまずシャッタースピード200分の1を確保します。あとはその場所に合わせて ISO を調整します。日中の日陰だと ISO は400とか、場合によっては800いくときもあります。露出補正は同様にマイナス1からマイナス2です。ここまでが α6500 と超広角レンズを撮る場合の設定です。α7 IV で撮るときは距離固定の部分をカメラのオートフォーカスに変えるだけ。あとは先ほどのα6500 と全く同じです。以上が僕が使うカメラの設定になります。ポイントは2つあります。一つは暗めに見るということ。以前の動画、モノクロ初心者に試してほしいカメラのモニター設定で話したように、実際の世界よりも暗くした世界を見ています。露出補正をマイナスに振ってモニターの画面を暗くしておきましょう。そうすることで都市の光をうまく捉えることができます。もう一つは設定をできるだけシンプルに。絞りはごちゃごちゃ言わずに F8 に固定しておきます。もうボケとかレンズの描写とかそういうのには全く興味ないので全部捨ててます。そうすることで設定はめっちゃシンプルになります。実際のストリートフォトの現場では設定をあれこれ考えるよりももっとやるべきことがたくさんあります。なので設定はできるだけシンプルにした方がいいです。代わりに現場での光や構図、タイミングに注意を払ってください。そして一番大切なのは何を撮るかを決める最初の観察力。
以前スナップが上手くなるというのはどういうことなのかで話したように、あれ取ろうって決断するその最初の段階が最重要のポイントとなります。連射は使います。これは使っても使わなくてもどっちでもいいです。連射を使うと逆にタイミングが合わないという人もいます。そういう人は一発で決める腕を磨いてください。連射を使うときは連射の速度をローに、1秒間に3コマ程度の連射で十分です。10コマ以上の連射をしてもほぼ無駄打ちになってしまうのであまり意味はないです。連射を使う意図としては人物のシルエットを一番綺麗な形で撮りたいからです。具体的に言うと足の角度です。足が綺麗に伸びきった角度がベストです。ここはこだわります。なぜなら写真の出来そのものだからです。こだわるのはプロセスではなく結果です。あと、コートが偶然風にたなびいた瞬間を捉えることもできます。連射はスマートじゃないという見方もありますが、僕はスマートかどうかっていうところにはこだわらないです。どう撮ってもいいんです。最後の出来上がりさえ良ければ。逆にスマートに撮っても出来上がりがダメなら意味ないです。カメラをスマートに扱うことができれば写真が上手くなると考えるのは間違いです。それはちょっと考えればわかるはずです。まとめです。カメラの設定はそんなに重要ではないです。設定を神経質にこだわるよりももっと他のことに注意を払うようにしましょう。ただ2つ3つ小さなポイントがあって、そう設定することでより撮りやすくなるよという点を紹介しておきました。ストリートフォトにおいて重要なものはまず最初の観察力、何を撮るかという部分です。そこでは露出はアンダー、モニターを暗くして良い光を見つける練習をしましょう。次は構図。カメラの設定をシンプルにして構図に注意を払うようにします。あとはタイミング。これは連写でベストなタイミングを捉えるようにしてます。これでストリート写真において重要な光、構図、タイミング、この3つに集中できるはずです。こう考えると理にかなった設定であることがわかりますね。初心者がつまずきがちな F 値、これを無視するというか F8 に固定して全く変えないというところも言及しておきます。これってとりあえず最初は初心者のうちは F を固定しましょうとかそういうレベルの話ではありません。もう F は完全に捨ててしまってるんです。目的に集中するために F 値のことなんて切り捨ててます。でないといつまで経ってもレンズのボケ味や解像感でしか写真を語れなくなってしまいます。ちょっと乱暴な言い方ですけど、カメラの設定を簡略化して行動と判断に集中する。それが僕のやり方です。参考になれば幸いです。それではまた。